皆さんこんにちは。足元の株価絶好調ということで、気分よく過ごしていらっしゃる方も多いと思いますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ポンコツ投資家カモーラレは東京エレクトロン買い増しするか迷っている間に爆投してしまいました。さて今回の動画のテーマですけれども、5月前半は日本の企業決算が集中するということで、その決算の結果及びそれを見たマーケット、市場でどのように事前予想されていたか、思惑として株価の反応、これが個々の銘柄で大きく差が出る期間となりました。今回は企業の決算、それ自体の良し悪しと、それに対してマーケットがどのように見ているか、株価の反応を比較してデータ分析を行いたいと思います。そしてその分析の結果、決算自体及びマーケットからの見方、両方良かった銘柄の中で、高配当の銘柄、これを探していきたいと思います。トピックス構成銘柄から10銘柄に最後絞られますので、今回もよろしければ最後までお付き合いください。さて今回分析の対象としたい企業、皆さんもご承知の通り、日本企業は5月に決算が集中する。3月末を期末として5月の頭に昨年度の決算を発表する。こういった企業が大半ですけれども、決算発表のカレンダーをご覧いただきますと、4月ゴールデンウィーク入る前の27日、28日頃から決算発表をする企業が増え始めて、5月8日から12日の週、ここで2000社近くかなりの数の決算が発表されます。その翌週月曜日の5月15日、638件のところまで、ここまでの期間で決算を発表している企業を対象とします。15日に決算を発表した企業の16日の株価データを取得して、そこから今回の分析を行えるんですけれども、途中1回分析のプログラム、コードを不適切な形で書いてしまったので、今回の動画をお出しするタイミングが遅れてしまいました。さて今回のデータ分析の大筋、どういったイメージでやっていくかご説明いたしますと、まずは今ご覧いただいた決算カレンダーで2000社以上5月決算発表を行っていますけれども、その中で2023年度3月期の数字、そして今期ですね、24年3月期、この見通しを出しているような企業たち、決算の中身だけを見て、売上高や営業利益が足元でも伸びていっているような企業成長という面で良好な決算を出している企業もあれば、減収減益といったようなあまり良くない決算を出した企業もあるかと思います。ただですね、企業の決算の良し悪し自体が株価の反応に対して上昇下落というのを直結させることはできません。ご覧いただいている皆さんの中にも、ご自身が保有している銘柄の決算、増収増益となったにもかかわらず、翌日の株価反応として大きく下落してしまった。決算が良かったのになんでなんだと憤った経験がおありの方も多いと思います。結局株価の反応としては上がるか下がるかというのは事前予想として織り込まれている水準、ここに到達しているかしていないかというのが注目されたり、昨年度の決算の伸びは良かったけれども、今年度次発表される決算は見通しが弱いというような理由で株価が売られることもあります。ただ当チャンネルは長期投資というのを基本線として長い目で見たときには企業利益の伸びというのが株価の上昇につながる相関が高いと一般的に認識されていますので、今回注目していく一つ目のデータは決算自体が良かったか悪かったか、昨年度と今年度の見通し、それぞれの営業利益の成長率、まずはこのデータを見ていきたいと思います。そしてもう一つ右側ですね、決算発表を受けて株価がどのように反応したか。結局いい決算を出しても株価が下がる場合というのは事前の期待が膨らみすぎていた結果ですね。今回ピックアップしたいのは、まだマーケットが注目していなかった予想以上にいい決算を出してきた株価の反応としては上に出て織り込み具合が進んでいないものというのを拾っていきたいと思います。ということでイメージとしては2つのデータ軸として、まず1つ目、株価の反応。織り込み度合いが進んでいたか否か、そして縦の軸としては決算自体の良し悪し、この2つの軸でそれぞれの銘柄を見たときに、今回探していきたい銘柄というのは決算が良かった、営業利益が伸びそうな銘柄の中でも株価の反応としてプラスに出たもの、織り込みが進んでいないということですね。このあたりの銘柄を拾っていきたいと思います。左下の決算が悪くて株価の反応も下がった銘柄というのは一番拾ってきたくないものですね。そして左上、右下というのは
皆さんも経験がおありかと思いますけれども、決算が良かったにもかかわらず株価が下がってしまった。なぜなんだ？期待が膨らみすぎていたのか。あるいは決算が悪かったのになぜか株価が上がっている。右下の場合ですね。これは事前予想よりもマシだったということもあり得ますが、それよりもよく見受けられるのが、減収減益になっているけれども増配をしますよというような企業。増配の方を評価して株価が上がることがありますが、こういった銘柄を買うべきなのかどうかというテーマはまた後日取り上げてみたいと思います。さてまず一つ目のデータですね。決算自体の良し悪し。前期23年3月期と今期の見通し24年3月期ですね。具体的にどういったデータを見ていくかと言いますと、こちら。それぞれの銘柄で業種と営業利益の伸び率というのを拾ってきます。今期の見通しについては全ての銘柄で取れるというわけではなく、取得できるデータが800社ぐらいということで、それぞれ前期の営業利益の伸び率と今期の見通しを使ってどれくらい営業利益が伸びそうかというのを計算し、成長率の差というのを比較します。そしてそれを一旦業種ごとに平均を取ることで、どの業種が今期見通し良好なのか確認していきますと、前期の営業利益の伸びよりも今期見通しの方が伸びている。あるいは復活しているような業種というのは上から順番にですね、プラスが出ているところ、エネルギー、素材、そして一般消費財、さらには中ほどヘルスケアといったところが前期の営業利益以上に今期の見通しが良好な銘柄が多いというふうに確認できました。このあたりの業種が今期の業績は追い風になりそうだということで中心に見ていきたいというわけですね。それでは今回見ていく2つ目のデータですね。決算の発表を受けて株価がどのように反応したか、マーケットの事前予想、そして決算後の株価の出方を見て織り込み度合いというのを見ていきたいと思います。具体的に株価を比較するにあたってはどのような時点において株価比較使うのかと言いますと、まずタイムスケジュールとしてはご覧のように決算日を挟んで前営業日と翌営業日、マーケットが空いている9時から15時まで、その中で従来決算というのはおおむね15時マーケットが引けてから発表する企業が多かったですけれども、最近は株式市場の反応というのを配慮してですね、場中に発表するような企業が増えてきました。そうするとですね、従来は決算日から翌営業日比較するだけで良かったんですけれども、これだと場中に決算を発表している銘柄の株価反応が拾えないということになってしまいますので、今回はですね、前営業日と翌営業日の株価の騰落というのをピックアップすることで反応を見ていきたいと思います。具体的なデータご覧いただきますと、こちら。一番左のランクというのはトピックス内の時価総額の規模、2100社以上ありますけれども、その中で時価総額が何位に位置づけられているかですね。そして中ほどアナウンスメントというのが決算日です。その1営業日前、そして決算1営業日後、この2地点で株価を比較して騰落を計算したのがこちらのインパクト。ただマーケット自体が大きく上げている日のインパクトというのはその分割り引くという形でトピックスの騰落を差し引いて銘柄個別の株価の上昇アルファという形で決算の発表による株価の上げ下げ反応というのを示しています。こちらのデータそれぞれパーセントの表記になっています。そして一番右側1ウィークというのは1週間5営業日後に株価がどのように動いているかですね。よくあるのが決算発表後に急激に上昇したけれども、その後はですね、軟調な推移で元の株価水準まで戻ってきてしまったということがあるかと思います。決算に対する評価が一瞬ではなくて持続的なのかどうかというのを見極めるために、こちらのデータも付随しております。そして株価の反応、決算直後の上げ下げのところで並べ替えを行いますと、こちらの銘柄順になります。トピックスの中で言うと、1000番台中頃の銘柄が大きく上がっている。どちらかというと小型株が決算、サプライズとして株価上昇している銘柄が見受けられますが、この中で一番時価総額大きいものだと、中ほどにマキタ 22% ぐらいのアルファでランクインしています。さて、この決算自体の良し悪しと決算直後の株価の反応、これを2つ組み合わせて全て良好なデータとして合致する銘柄をご覧いただきますと、こちらの10銘柄に絞られるという結果になりました。さて、この10銘柄の詳細ご覧いただきますと、まず決算発表日が25日以内、直近23年3月期の決算を発表した銘柄ですね。そしてアルファというのが先ほどご覧いただいた決算直後の株価の反応ですけれども、これが上に出ている、つまり決算を受けて事前予想よりも織り込みが足りなかったといったような銘柄たちです。そして先ほど申し上げたように1週間後の株価、これが決算直後の株価を下回っていないかという条件。ここまでが
順番逆になりましたけれども、決算を受けた市場の反応、株価の出方というのを見ている織り込み具合のデータですね。そしてデータの右側、さらに2つの列ですけれども、前期23年3月期の営業利益の伸び率が今期24年3月期の営業利益の伸び率、これと比べたときに今期の見通しの方が良くなっている銘柄ですね。この2つのデータが決算自体の良し悪し、業績の変化というのを拾ったデータです。そして一番右側に配当利回りを載せていますけれども、高配当の銘柄を今回取っていきたいということなので 3.5% 以上という条件にしています。それぞれの条件をですね、設定すると結局残るのはこちらの10銘柄ということで、決算インパクトの大きな銘柄順に星のついているところのデータで並べ替えを行いますと、上から神戸製鋼所、東洋製缶グループホールディングス、石原産業といった並びになりました。基本的には高配当銘柄、長期的に持ちたいというスタンスなので、業績のところをご覧いただきますと、このあたり、東洋製缶や石原産業、愛信といったところは、23年3月期から24年3月期にかけて大幅に営業利益が急回復している。そういう意味ではボラティリティが高い、業績の変動が大きいということなので、こういったシクリカル、景気敏感株を拾ってくるよりは、今回のコンセプトとして合致していそうな、業績の変動が安定的、なおかつ今期の見通しが良好な、このあたり、大セル、新たといったところ、さらには PBR 問題で1倍を割れていたり、バフェット氏が次に狙ってくるんではないかと噂の出ているような、下から2番目の本田技研工業、こういったところが注目の銘柄になってくるでしょうか。最後に今ご覧いただいた10銘柄の5項目5段階評価ご覧いただきますと、左から順番にクオリティ、健全性、バリュー、割安、グロース、成長性、サイズ、企業規模、テクニカル、直近の値動きですけれども、やはり決算後の株価の反応、上を行っている銘柄を集めていますので、テクニカルの面では高値掴みしやすい評価が D、E のものが集まっていますけれども、今回のコンセプト、決算の内容が事前に織り込まれていなかったという意味では、株価落ち着いてきて少しテクニカルの指標が改善するまでは、あまりすぐには飛びつかない方がいいかもしれません。直近の株価の過熱感を示すテクニカル一番右側を除いた4項目。ここでバランスが最も取れている評価なのは中ほどの大セル。まんべんなく評価が高いという意味では、先ほどの業績の伸び率が安定しているという意味でも一番注目していきたい銘柄でしょうか。さらには下から2番目の本田技研工業。こちらに関しては先ほど申し上げたように PBR が低めの銘柄、そしてご覧の10銘柄の中では最も企業規模が大きい、サイズが A ということで、長期保有向けの銘柄として評価できるかと思います。また、この動画冒頭で申し上げたように、足元で株価が非常に高騰している日経平均やトピックスといった指標は何年ぶりの高値とニュースでも取り上げられていますが、今の直近の株式相場を牽引しているのは成長株、特に半導体関連となっています。こちら指を指しているグロースのところの株ですね。そしてサイズという面では大型株が中心。小型株はあまり今の上昇についてこれていないという傾向がありますので、あまり上を深追いするのは良くない環境。いろんな動画を見て株を買い漁ろうというようなスタンスではなく、すでにバリュー関連の銘柄に関しては、週末軟調な推移を見せた銘柄も多く、バリュー株は一足早く折り返し始めているところも見受けられますので、相場展開慎重に見極めながら、高配当株といえども、あまり飛びつかない認識で、今回の動画も皆さんの判断のお役に立てれば幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。